めちゃめちゃ簡単に太ももを補足する方法をご紹介していきます。皆さんこんにちは、中川ゆうきです。今日はこの方法を知っておくだけで、皆さんが普段歩くだけ、そして階段を上り下りするだけで足がきれいに締まっていく方法、そんな夢のような方法をご紹介したいと思います。お家にあるボールやクッションなどを挟むだけでできるので、すごく簡単です。ぜひ最後までご覧ください。まずは足が太くなってしまう原因解説からしていきます。これを知っておかないとエステに行ったり、ストレッチをしたり、運動をしたり、いろんなことをしても、また時間が経つと足が太くなってしまいます。まず皆さん、太もも、自分の筋肉触ってみてもらえますか？この時触れるのが大腿四頭筋という表面の筋肉。多くの方はここの筋肉がボコッと張り出して、筋肉が発達して太く見えてしまっています。これなぜかというと、普通にもちろん立ってるだけでももを使うんですが、ちゃんとお尻、ヒップの筋肉まで使える方は、そこまで太ももに負担がかからないんです。実際こう触った状態、足を拳1個幅にして、このままね、体重外側にかけてみてください。そしたらもうめちゃくちゃパンパンに張ってないですか？硬くなりますね。ほとんどの方がカバンを持ったり足を組んだりどちらかに体重をかける、こういった癖を持って立っています。そうなると足の筋肉というのは逃げた体重を止めるためにずっと使われています。つまり常に筋トレ状態、まさにボディービルダーのように非常に筋肉を酷使した状態になっているんです。そうなると太ももの筋肉は力が抜けない、ずっと働かないと体重を支えることができないという状態で、ずっと筋肉のスイッチがオンの状態です。そうなってくるとウォーキング、歩く、で水泳、泳ぐ、いろんな動きをする中で太ももの筋肉が必要以上に使われて鍛えられてしまい、筋肉が太くなる、そんなメカニズムになっていたんです。つまり太ももの筋肉を使う割合を減らして、この股関節、腸腰筋という筋肉が足の付け根から実はおへその上、腰椎につながっていまして、足を上げるときにここの筋肉を使えれば太ももの無駄な筋肉が落ちて細くなります。そうなんです。シンプルに細くしたい部分っていうのは使わなくする、これが一番大事。よくね、怪我をしたり手術をしてギプスとかで固定をして 2,3 週間置いてからですね、そのギプスを開けていくと足が細くなったり腕が細くなったりしてたっていう経験お持ちじゃないですか？結構多くの方がね、足を細くしたいと思って筋トレをしたりとか運動をして足の筋肉に刺激を入れてしまうんですが、そうなってしまうと基本的に筋肉は刺激が入ったり荷重をかけることを増やせば増やすほど太くなります。もちろん太くなった筋肉に対して関節がありますから、そこのメリハリが見えて細く見える、引き締まって見えるっていう効果はあります。ただし足のライン自体をちゃんと細くしたいという方は、しっかり股関節を使えるようにして無駄な筋肉を落とすという作業が必要です。これができれば日常生活歩くだけ、階段上り下りするだけでも足全体や太もものラインが一回り細く締まりますから、頑張っていきましょう。それでは股関節をうまく使えているかのチェックをしていきます。皆さん、壁に背中をピタッとつけてください。かかとは 2,3 センチ離した状態。お尻、背中、頭をつけて、足が問題なく上がる方は、うまく股関節から使えています。こういった方はももの負担が少ないので、太ももはほっそりしやすいです。逆に、ピタッともうかかとまでつけた状態で足を上げようとしたら、軸足にめちゃくちゃ力が入る。手足、肩に力が入っちゃうっていう方は、実は股関節じゃなくて、太ももの筋肉を使って足を上げる癖があります。今からやっていくエクササイズをした後に少しでも足が上がりやすくなっていればうまく使えてきているサインです。本当にね、ちゃんとできる方は骨盤もほぼほぼ真横にも動かないし、こういった傾きも出ないです。ぜひ鏡とかを見ながら自分の足どうやって上がっているのかチェックしてみてください。ではエクササイズやっていきましょう。必要なものは弾力性のあるこういった空気を入れるボールです。お持ちでない方はクッションやバスタオルを丸めてください。だいたい僕が使っているのは15センチから20センチぐらいのサイズです。女性の場合は15センチぐらいあったらいいかなと思います。はい、まず股関節を使うためには太ももの前を伸ばしてからいきたいと思います。はい、では寝転んだ状態で膝を曲げていきましょう。膝を後ろに引いて太ももの前、ちょうど大腿四頭筋伸びる感覚はありますか？この時足が太くなりやすい方は膝が前で止まってます。しっかり後ろに引いて、そしてかかとの位置はお尻の真ん中、右のお尻のちょうど真ん中のあたりですね。これが外側に逃げたりしてしまうと膝が歪んで太ももの筋肉が張り出してしまったり、足の歪みの原因です。股関節と膝の大皿、人差し指の位置がちょうどまっすぐになるように地面と平行です。このちょっとしたポイントで足の形は大きく変わっていきますよ。目いっぱい鼻から吸って、ゆっくり口から吐いて、
もう一息。はい、リラックス。反対側行きましょう。入れ替えます。分かりやすいように後ろ向きますね。お尻の真ん中っていうのは曲げた足のお尻の真ん中です。内側にも行き過ぎない、外側にもずれない、ちょうど真ん中で膝をしっかり後ろに引いて、そして深呼吸。下腹薄くゆっくり息を吸って長く吐いて、呼吸は鼻から吸い、口からため息をつくようにはーっと吐いて、どんどん太ももの前が伸びていくのを感じましょう。ここから少しずつね、もものストレッチ強度が上がっていきますが、辛い方はこのストレッチを繰り返してもらって構いません。選んでいきましょう。深く長い呼吸。はい、OK。で今度はそのままうつ伏せです。足を曲げるのは一緒。ここで膝を抱えてみましょう。はい、これで太ももの前より強く伸ばしていきます。できたらへそを引っ込めてぐーっとお腹を浮かしていく。恥骨を地面に押し付けるような感じ。お腹の下にボールが入るぐらいのスペース。はい、これでももの前もう一つ強く伸びてますか？深く長い呼吸です。この準備のストレッチがすごく大事。日常生活でずっと自分の体重を支えてくれてる太ももの筋肉、しっかりねいたわってあげてください。さらに呼吸を深めると筋肉がどんどん緩んでいきます。長い呼吸です。必死になるとね、頑張りすぎると呼吸止まりやすいですから気をつけて。はい、いいです。入れ替えましょう。今度は反対。膝を曲げて抱え込むような感じ。はい、このまま深く長い呼吸です。ゆっくり吸って目いっぱい吐く。自分の呼吸の音が聞こえるぐらいです。できれば吐く息はあったかい息をため息つくように吐き切る。あったかい息はへその下腹から吐き切るのでウエストも細くなります。口先でふーっと吐いてしまう癖がある方は呼吸が浅くなるので、どうしてもね下腹がポコッと出やすくなったり首肩が凝りやすいです。できる限り深く長い呼吸心がけて、深く呼吸。もう一つ頑張って。はい、ほどきましょう。はい、では今度ですね、次痛かったらね今のポーズに戻ってもらっていいです。膝を壁につけてももの前のストレッチ。これね、この足できたらタオルとか引いといてください。めちゃめちゃ痛いと思います。特に硬い人は太ももの筋肉の張りに影響されて膝かなり負担が増えます。もも伸びてますか？多分ねこれ痛いと思います。余裕があったら背中を壁に近づける。目いっぱい呼吸。今日は太もものストレッチをねたくさんやってますから、辛かったら1つ2つ前の種目戻ってもらって大丈夫。人と比べる必要はないですからね。昨日の自分よりも1ミリ成長してれば OK です。自分と比べていきましょう。ラスト一息。はい、いいです。で今度反対側です。僕だけ向き変えますね。こういう形で、はい、後ろ。ちょっと見えますね。太ももの前、大腿四頭筋が伸びているはずです。深呼吸すればするほど筋肉が緩んでいきます。余裕があったら体が後ろ、地面に近づきます。これをしたら今日のね一番メインのエクササイズ、ボールもしくはバスタオルを膝裏に挟んで足上げをしていきます。急にねそのエクササイズしてもなかなか股関節分かりにくいんで、やっぱりねもものストレッチは大切です。特に足が疲れやすい人はこういったストレッチですね。できるやつを選んで毎日やってみてください。ラスト一息。
はい、いいです。ではボール用意してください。はい、これを膝裏に挟んでいきます。こんな感じ。こうですね。はい。で、このまま足を上げ下げ。はい、これですね。膝を上げるとき、ももの筋肉使ってる人は膝が伸びるからボールが落ちたり、ボールを挟む力が弱まります。股関節を使うっていうことは、膝、ボールを挟んだまま上げ下げをできてたらバッチリ。どうですか？ボールを挟んでない時と比べてちゃんとここ股関節使ってる感覚出てこないですか？この時に腰の反りは潰れない、腰が丸くならないように保ったまま、ちゃんとここ分かりにくい人は自分で触って筋肉と会話をしながらちゃんと使えたらね、ここら辺がだるくしんどくなってきます。OK。やっぱこれだけでもうめちゃめちゃしんどいです。慣れない方はね、結構楽ちんできちゃうんですけど、腰の隙間、手のひら1枚変えないで上げ下げ。どうですか？太ももじゃないですよ。分かりにくい方はね、一回ボール外して同じ動きした時にももがしんどくなる人は、実は膝を伸ばすももの筋肉で足の上げ下げをごまかしてしまってます。ボールを潰すことでもも裏に力が入る。するとももの前の力は抜けますから、股関節を使うようになります。これね、すごく効果あるんで、分かりにくい方はね、この再生時間ね、もう少し長め、1.5 倍2倍ぐらいね、ゆっくりのペースに再生速度調整してやってもらってもいいです。うまくなってきたら、この股関節がしんどくなってきます。どうです？分かります？もうちょいもうちょい。 OK。 入れ替えます。僕だけ向き変えます。今度はこのままで、この足を外回し、内股じゃないですよ、ガニ股で上げて下げて上げて下げて、今度この股関節の内側付け根プラス内ももの筋肉まで使います。よいしょ。これが太ももを使う人はすぐにね、こうやって内股で足上げようとします。こうなるとももの外側とか前がめちゃくちゃしんどい。しっかりガニ股で膝を自分のへそに近づける、胸の方に膝を近づける。頭は地面置いといてくださいね。僕はちょっと分かりやすいように起こしてます。あとこの足もね、外側内側逃げちゃう方は真ん中に寄せて、よいしょ。目いっぱい呼吸して、おへそを両方の足で挟みにいってるような感じ。内ももとかがしんどかったら正解。頑張って。OK。よいしょ。反対側行きましょうか。足をガニ股です。はい、このまま寄せる、戻す、寄せる、戻す。膝よりもかかとがしっかりとおへそ側に来てれば正解です。この足を持ち上げる。よいしょ。付け根、ここら辺しんどくなってますか？もしくは内転筋と言います。この内ももの筋肉にもちょっぴり力が入ります。その分太ももの外側、力抜けてきてますね。これが正しく足を上げる感覚です。股関節の筋肉が喜んでますね。結構きつい。多くの方はこの使い方を体が忘れてしまって、太ももばっかりにね、頑張らせてしまってます。できるだけこういった普段使ってないところ、負担を分散してあげてください。きつい。 OK。 いいです。お疲れ様でした。では最後このままね、四つ倍で後ろに引いて戻す、引いて戻す、こんだけです。繰り返してください。足の付け根ですね、こう挟む、せーの、挟む。この辺りぎゅーっと挟む感覚、これが股関節を使う感覚です。しまった。セッティングね、失敗しました。皆さんね、無理せずに自分のペースでいいですよ。どうですか？ちょっとずつここ挟む感覚とか使う感覚出てきてますか？分かりにくい人はこのボールを挟んだ足上げ、これ何回もやってください。僕も結構ね、1日30回とか50回ぐらいはね、やってます。そのぐらい現代人股関節がね、使えてません。立ちっぱなし、座りっぱなしで皆さんね、頑張りすぎてます。よいしょ。
はいです。お疲れ様でした。最初と比べてですね、足上がりやすくなってますか？壁に背中をピタッとつけて、少しでも足が上がりやすいってなった方はちゃんと股関節が使えてきてます。まだちょっと分かりにくいなって方は太もものストレッチをたくさんして、それからボールを挟んだ足上げですね。これぜひ毎日続けてみてください。だいたい1週間から2週間ほどすれば感覚がつかめるようになっていきます。ぜひ一緒に頑張りましょう。この動画のご感想はコメント欄の方へお願いします。そして高評価、チャンネル登録もぜひお願いします。次回の動画でお会いしましょう。じゃあね。